今からピッツァ試験の動画をこう見ていくんですけれども、まずピッツァ試験受けるにあたって気をつけておくべきポイントだったりとか、なんでこういうふうな試験設けられてるかみたいなところの話をちょっと最初に教えていただきたいんですけど。そうですね、ピッツァ試験っていうのが、アレグロがやっぱり、ピッツァっていうのが、大賞が2011年にナポリピッツァの大会で、6位っていう入賞ということもあって、やっぱりピッツァが注目される店でもありますし、ね、なかなかね、やっぱこういう、今でこそ多いですけど、本格的に窯を入れて、そこでピッツァを焼いてっていう提供する店っていうところがなかなか、この界隈ではあんまりなかったこともあって、やっぱりそのピッツァっていうところ、ナポリピッツァっていうところは、すごく大事にしてるアレグロの武器の一つだと思うので、そこに関しては、ずっと大将がやり続けてた、ことっていうところをしっかりと受け継いでいきながら、また新しいそうやって飲食やりたい方とか、ナポリピッツァに興味がある方とかが、そういうことをしっかりと、押さえとかないといけないポイントとか、そういったところをしっかりと学んで、それをちゃんとこう自分の中で表現できるようになって、で、同じその型をやってても、その中に多分同じことをしてても自分の個性とかそういうとこが出てくると思うので、まずはそのアレグロのピッツァっていうところはどんなものだっていうところを大事にするために、ある程度のその基準を設けて、そのピッツァ試験っていうところでそこをクリアした上での、クリアした時点で多分80点のピザが焼けるようになってくると思うので、それを100点120点にしていくのはそこからの自分の深掘りだったり勉強だったりっていうところにつながってくると思うので、最低限の基準としてアレグロのピッツァの、合格っていうところを目指して、みんなやってるっていう感じです、はい。このピッツァの試験で判断の基準になってくるというか、見られるポイントっていうのは、後でも詳しく言っていただけると思うんですけど、ざっくりとどういうふうなところを見るような試験っていうふうになってるんですかね。そうですね、やっぱり手技とか焼き方っていうところももちろんなんですけど、まずは心構えだったりだとか、試験までに及ぶその、自分の練習だったりだとか、アレグロの店の売りがマルゲリータだとか、そういうピッツァっていうところをちゃんと理解した上で、そのピッツァっていうところに取り組んでるかっていうところが、スタート地点、まずそのピッツァっていうポジションに入るスタート地点で、そこからは、大きく分けると手技だったりだとか、あとは、やっぱ窯の管理っていうところが、一番難しいところかなと思うんですけど、あとはパーラーの扱い方とか、そういったところですけど、やっぱり一番難しいところは、結構みんな手技に走りがちではあるんですけど、やっぱり窯の管理っていうところがやっぱピッツァヨーロにとっては一番大事なところかなっていうのは僕も今も思ってます。はい。わかりました。じゃあちょっと早速それぞれのピッツァ見ていく中で教えてもらいたいと思います。お願いします。今からマルゲリータとスサンナ、マルゲリータドッグ、マリナーラ、タルトになります。お願いします。この生地の抜き方もポイントがあって、この丸い生地をなるべくやっぱ触らないっていうところが一番なんで、綺麗な形のまんまポンと抜いてあげるのが一番ですね。で、生地に負担をかけずに、引っ張って抜くのじゃなくて、本当にもう剥がしてストンと上に抜けると一番いい状態で抜けます。はい。で、最初に粉をつけるんですけれども、最初に粉をつけたら、あとはもうこの手技をしながら粉を払っていく作業ですね。なるほど。その理由としても、最終的にその粉が残ってると、粉が焼けると苦味に変わるんで、なので、粉はなるべく入らないようにっていうところで、最低限の打ち粉でやる感じですね。つけすぎない。つけすぎないですね。はい。で、このチーズとかも、最初潰しながら置いていたと思うんですが、これ乳牛っていうモッツァレラチーズなんですけど、乳牛に関してはカットがちょっと四角い感じのカットになってるんで、これを潰すことによってその潰れた部分は溶けるのが早かったりで、分厚い部分は焼けた後もちょっと残ってたりとかで、そこの食感だったりだとか見た目のその顔の表情というか、そういうところにもつながるので、しっかりこう生地もチーズも
潰したりそのままで行く時もあったりっていうところで散りばめてます、ここもオイルはバジルにしっかりかけるっていう、バジルがそのままだと真っ黒に焦げちゃうんで、オリーブオイルはバジルにかけるっていうことです。でこれパーラーにのした時にこのパーラーの上で一番生地が伸びてる状態、できればここでこう縮ませないっていうのが大事です、で挿入も今きれかったんですけど、もう落とすとこ決めたらもう一気にそこでスッと落としちゃう。であとはこの炉匠っていうところに置くんですけど、なるべく触らない、ほんで上手な人ほど何もしてない。そう何もしないために準備しておくべきポイントっていうのはどういうところになるんですか？がもう最大のこう難しいところでもある窯を作るっていうことなんですよ。窯の温度帯、炉匠の温度帯、窯の蓄熱がいい状態にあるかっていうところをもう営業を通してずっとそこを意識しておくっていうことです、あとはもう窯が勝手に焼いてくれるっていうぐらいのイメージです、でしっかりどの温度になったらこういう感じで焼けるのかみたいなところもそうですね、はい、見とく必要。あれもポイントがあって、回転するときは窯の中であれば同じところでピッツァが回ってる状態、で出すときも引きずって出さないっていうのがポイントですね。出して回すのと中で回すのなんか意味が違うんですか？これたまにこうひっくり返すんですけど、裏見るんですけど、裏の焼き色が中で見えるのと外で見るのとでやっぱ感覚が違うんで、なるほど。ちゃんと出た時にちゃんと焼きムラとかですかね、なのでただまあ窯でだいたい1分10秒で焼くんですけど、窯から出てる時間が長いとその分ピッツァも冷めていくし、時間もかかっちゃって、時間がかかるとどんどん水分が抜けて生地が硬くなっていっちゃうので、なるほど。なので出した時にはスッと回してすぐ入れるっていうってなってくると、今度はこのパーラーを使う技術っていうところが必要になってきます。これもなるべくこの形を崩さずにそのまま抜くっていう。で最初に粉をつける。でそこからはなるべく粉は足さない。払ってですね。もうじゃあ焼く時もこの時もやっぱりできるだけ触らないというか、そうですね、何こういじらない。なので本当にピッツァ上手な人ほどめっちゃ簡単そうに見えるっていう。手数が少ないし、窯に入れても掘ってるし、必要な時しか触ってないし、でもめちゃくちゃ美味しそうなピッツァが上がってる。そこは結構ポイントですね。なるほど。なんか触りたくなったりもするんですけど、こう動きたくなるんですけど、上手い人ほど何にもしてない、なんか簡単そうにやってるなっていうのがまさにそうですよ。初心者の人はどういうところからまず気をつけていけばいいんですか？そのさっきの温度みたいなところと。そうです。ちょっとなんか分けて考えた方がいいのかなっていうところで、やっぱ主義は主義で練習ねが必要で、で、やっぱ窯っていうのがその店によったり、その季節によったり、あとはその同じブランドの同じタイプの窯でもやっぱりその癖があって、であとは今でいうと人工薪とか、ブリケットっていう人工の薪とかで天然の薪とかで、薪でも針葉樹広葉樹があって、基本的には広葉樹で焼くんですけど、火付けする時には針葉樹の方が燃えやすいんで針葉樹で火付けしたりとかして、でそこの温度帯をキープしていくっていうところでいうと、今でいう人工薪であると、結構木くずを圧縮して作ってるんで燃えてる時間が長いんで、それをうまいこと窯の温度のキープに使って、燃えてる時間が長いのでキープにはブリケットを使って、で一気に今火力が欲しいなっていう時には燃えやすいその広葉樹で、薪の火で上火を上げるっていう。でも結局火で焼いてるっていうよりかは窯の蓄熱で焼くんで、なので、窯の温度をいかに上げるかっていうところが重要になってきますね。なのでどんだけ薪をくべて薪のところがガンガン燃え上がってても、
釜の中見たらわかるんですけど、最初釜に温度が蓄熱されてない時って釜の上の部分がすすで黒くなってるんですよ。で、火をくべてどんどん温度が上がっていっていい状態になってくると、そのすすが全部取れて、でも真っ白な、中がも真っ白になっちゃって、でそうなると育ってきたなというかいい状態やなっていう。なるほなので、ピッツァヨーロの場合は営業前も早くに来て、営業の何時間か前からちょっとずつ釜の温度を上げていくっていう作業で、営業始まる時にはいい状態の釜にできるようにっていうところですね。準備が大事。そうですね。すいません、なんか話してる間にだいぶ出来上がってきてますね。これも中で同じ箇所で回す。はい。で、なるべく触らない。このピッツァはどのポイントを見られてるんですか？ここはやっぱ具材が多いんで、スサンナっていうピッツァなんですけども、キノコとハムが乗るんで、やっぱりマルゲリータとかマリナーラに比べると、ちょっと重たいものになるんで、やっぱりその主義、最初のトッピングだったりとかをもたついてると、だんだん生地の水分が、大理石についてきて、こう、生地が離れなくなったりとか、そうなるとうまく扱えなかったりするんですけど、そこの手際良さっていうところも大事になってきます。っていうのと、やっぱ挿入するときにも、やっぱりちょっと軽いものに比べると、綺麗にちゃんと抜けないと、こんな綺麗に丸くはならないんですね。やっぱりどっかが伸びちゃったりとか。はい、手早くっていうところと、そうですね。火入れとかに関してもやっぱ違ってきたりするんですか？火入れに関しては、そうです。でも基本的にはもう、焼き方と、あとはもう温度管理と、炉焼の部分の温度を見て、どこに落とすかっていうところですかね。これから後に出てくるカルツォーネとかだと、包み焼きになるんで、やっぱこういう丸いピッツァよりかは包み焼きって中に火を通すのに時間がかかるんで、はい、そういう時は若干ちょっと手前で中に火を入れるイメージですね。で、丸いピッツァとかだとなるべく高い温度のところで、1分10秒で一気に無駄な水分だけ、余計な水分だけ飛ばして、必要な水分はちゃんと含んだままっていう。なるほど。釜に入れてる時間が長ければ長いほどどんどん水分が飛んで、食べた時に硬い生地になっちゃうんで。どのピッツァも伸ばし方に関しては一緒なんですか？基本的にはそうですね。コルニチョーネって言われるその額縁の部分は触らないっていうところで、しっかりその空気を、外側に持っていく。ただよく説明するんですけど、外側に空気を持っていくようにってすると、結構生地を引っ張っちゃう。生地を引っ張って真ん中が薄くなってってなる方が多いんですけど、そうじゃなくて、中に入ってる空気を外側に持っていくだけなんで、だからもう手をローラーのように使ってこう外に持って、だから綿棒じゃできないっていう、はい、手でやらないといけないっていうところですね。で今度このピッツァに関しては、マルゲリータドッグなんですけど、はい、これはさっき使ってた乳油チーズ、乳油のモッツァレラチーズとは違って、今度水牛のモッツァレラチーズになるんで、こっちの方がやっぱ水分量が多いので、これも事前に準備して、チーズの水切りっていうのをした上で使ってます。でこれも、ちぎりながら、さっき言ったみたいに、その部分は溶けやすかったり、形しっかり残してる部分だったりとかっていうところです。あえてちゃんと違いを出してると、はい、やっぱこういうシンプルなピッツァほど、やっぱりトマトの元のベースの味付けだったりだとか、でこのバジルの量だったり、はい、バジルもあんまり小さくちぎりすぎないっていうところ。最初に乗せたソースの量も違います。そうですね。やっぱりトマトが入ってくる分、トマト感強くなってくるんで、最初のソースは薄くですね、こちらに関しては。とこの、ね、フレッシュなトマトが乗ってることでフレッシュ感もあるっていうところが、これもそうですね、最大限に伸ばした状態。ここからこう縮めない。なんで最大限に伸ばすかというと、このままスッと落とすんで、はい、最大限に伸ばした状態で下につくと炉焼にしっかり生地全体がつくんですね。でそれをパーラーの上で縮める作業をしちゃうと、その部分にちょっと空気が入ったりとかして、実際落とした時にその縮んでシワになった部分が焼けないっていう
ことになるんで、一番伸びた生地が広がった状態でペタッと落としてあげる。ちゃんと生地全体が全てそうです。路上に、つくようはい、密着するようにっていう。かつパーラーのサイズぴったりがお皿のサイズぴったりでもあるんですか？いや、アレグロのピッツァはちょっと独特なんで、210g を30センチ、32センチぐらいまで伸ばすんですけど、はい、それに関して言うと、パーラーよりちょっとサイドははみ出ちゃうなぐらいの感じですね。はい。若干やっぱ生地がこう焼けてない生地よりコルニチョーネが立ち上がる分若干ちっちゃくなるんで、なるほど。パーラーよりも若干大きいサイズで入れてコルニチョーネが立ち上がってちょうどパーラーのサイズぐらいになる。でそれがお皿のサイズになる。でこのお皿のサイズっていうのもアレグロに関してはお皿の縁の部分にサイズが合うようにっていう。このお皿の縁にちょうどコルニチョーネが乗ってる。これ真上から見るともうお皿が見えない状態で、これよりも大きくてもちっちゃくてもダメっていうのが試験のポイントですね。そのサイズでビシッと焼いてくるかっていう、これはもう素晴らしいですね。同じマルゲリータでもドッグと普通のやつと違いますね、やっぱり。やっぱそうですね。見方も。やっぱりこのチーズがね残ってるところとしっかり溶け込んでるところとでやっぱり食べた時のその食感だったりだとか、でここはトマトソースが多い、ここはチーズが多いっていうところで一人で食べてもいろんなカット数によっていろいろな食べ方ができるっていう。この蓋をすぐ閉めるのも大事なんですよね。そうやっぱ乾燥しないようにということですね。ここにアレグロのピッツァの生地に関しては硬化水なんで、やっぱり水分量をしっかり含んでるので、水分を閉じ込めながら窯の温度で1分10秒で一気に焼き上げる。だから外がカリッとなって中はちゃんともちっとしてるっていう。ちゃんとその分しっかりと水分は中に。そうですね。はい。なので生地の扱いは、あれを開けっぱなしにとかってしてるとやっぱりまた生地の状態が変わってくるので。これがマリナーラでした。これがマリナーラですよ。ソースもちょっとやっぱ多いんですね。マリナーラはそうですね、ソースが多いですね。チーズがないんでね。広げるポイントみたいなのは、コツみたいなのはあるんですか？ソースは、しっかりソース真ん中に落とした後に、お尻の部分でバーッと伸ばすんですけど、均等に塗る必要がなくて、むしろ、それもさっきのチーズとか、ね、いろんな食感があるっていうところと同じで、そのソースがちょっと薄いとこだったり、しっかりソースがドロッと乗ってたり、で、トマト缶を潰して、トマトを潰してソースができてるんですけど、そのトマトの実のズブズブっとしたところがちょっと残ってる場所だったり、で、そのジュースの部分だったりとかっていうところで、やっぱりカット、同じ1枚のピッツァの中でカットの場所によって、若干食べた時の印象がちゃうっていうのもあるんで、だからもう逆に均等に広げる必要もないですし、なるほど。そこが、表情といえば表情ですね。でマリナーラもそうですね、もうシンプルにチーズがね乗ってないんでごまかせないピッツァでもあるんで、なのでこのソースの塗り方だったりだとかで、これもやっぱりバジルは気持ち多めぐらいでもいいぐらいで、やっぱりこのね、トマトとバジルとでこのニンニクというところがしっかり効いてるっていうのがマリナーラなんで、そこもちゃんと意識してできてるなってことですね。なのでこれは料理と一緒でニンニクにオイルをかけるっていう形ですね。なるほど。はい。ニンニクを調理する感じ。僕もいつもイメージしてるのはこのピッツァ自体が、パスタとかでいうと鍋みたいな状態で、それをちゃんと窯の中で火にかけて、で中の具材に火を入れていく。でソースをグツグツさせてソースを詰めていくっていう、これ結構パスタ試験のソースを詰めるっていう、味をギュッと凝縮させるっていうのも一緒なんですけど、ピッツァもそうで、これずっと裏が全然焼けてなくて、揚げてって表面だけ美味しそうに焼き色つけても、ソースが詰まってないとシャバシャバのピッツァになるんですよね。だから食べた時になんかこうぼやっとした感じになるんですけど、で炉焼でしっかり焼くっていうことは料理でいうと下からちゃんとずっと火を当ててるっていう、なので
もうこの時点でソースがグツ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 してくるんで、それでソースを詰めていくっていう、もうこの生地自体がお鍋ですよみたいな。なるほど。で、鍋ごと食べる料理みたいなイメージです。なるほど。すごい共通点あるんですね。なので、だからどっちもね、できた方が、どっちも理解していった方が、繋がってる部分があるなっていう。やっぱり美味しいものには何か共通点はあるんだろうなっていう。なるだから、だからこそ触らないっていうのが大事ですね。触りたくなるけど、触らないっていうか。ちゃんと状況をしっかり見極めて、揚げてるとやっぱグツグツしてこないんですよね。やっぱしっかりずっと炉灶の温度をしっかり伝えるっていう、ちょっと見えにくいかもしれないけど、グツグツしてるんですよね、ソースが。はいはい、してますね。で、ここにトマトに火が入って、で、バジルに熱が加わって、バジルの香りも出てっていう。なるほど。だから意外とそういうところ、ただの主義だけじゃなくて、そこまで意識してできてるかなっていうところですね。上手ですね。特にマリナーラなんかは、それが顕著に現れるんで、この出来たて焼きたてで上がってきた時にカットした時にもうすぐパッて持つとちゃんと焼けてるやつはピンとしてるんですよね。ああ、なるほど。でそこが裏がちゃんと焼けてなかったり火が入ってなかったりソースがシャバシャバになると持った時に生地がダラーンと垂れちゃうっていう。これはソース詰まってるところと薄いところとでニンニクもちゃんと火が入っててでバジルの濃いもそんなにないってちゃんとその辺を意識してできてるんだろうなっていう。自分が焼いた時もそういうところをいろいろちゃんと意識して焼き上げた後もそうですね、自分でこう振り返りをしていってっていうことですよね。この時に空気を外に送り出す感じでっていう感じで生地は伸ばさない引っ張らない。この最初の押すところと今のこの叩く感じのところっていうのは、やってること自体はちょっと違ってくるんですか？これはもう生地を大きくしてる段階ですね、この叩いて伸ばすっていうのと、あと粉を払ってる。はい。はい。粉を払いながら伸ばすって、一石何鳥の主義ですね。なのであんまり触りたくないんで、このパンパンやるのも少ない人は本当に少ないですし、生地の状態にもよるじゃよるんですけど。できるだけ少ない数で伸ばしていく。で今度このカルツォーネに関しては、包み焼きになるんで、はい、チーズはこの乳牛チーズなんですけど、通常のマルゲリータとか焼く時よりもちょっと細かめに溶けやすくしてますね。やっぱり火が入りにくいっていうのはあるんで。なるほど。焼く時間自体は一緒なんですか？いや、焼く時間も若干こっちの方が長いですね。やっぱり中に火を通す時間があるんで、それでもそんなに倍の時間もかからないんで、なんかそれもじゃあどこで焼くかっていうところなんですね、はい、窯の中で、それも窯の状況によってやっぱりその適した温度の場所が若干こうやっぱり変わってきますね。やっぱり営業してると同じ場所で焼いてたらだんだんそこの部分だけが炉焼が低くなっていくんで、ってなると焼く場所を変えたりその時の状況判断ですね。なのでカルツォーネの場合だと普通のピッツァ焼いてる場所と同じような場所で焼いてると外側だけがどんどん焼けていって、はい、中に火が入りきらないっていうようになるのでちょっと手前で焼いたりとか、やっぱりそのためにはやっぱり温度をこまめに測るみたいなのも大事なんですか？大事ですね、やっぱり。はい。なので全店に、多分センサーの温度測るやつもあるんで、やっぱそれを目安に、で中卵がそうですね。だからこの卵にもちゃんと火が入ってないと、シャバシャバのふにゃふにゃのピッツァになっちゃうんで、最後切った時に多分分かると思うんですけど、やっぱちゃんと火が入ってると卵がトローンと出てくるし、じゃなかったらシャバッとした感じのになっちゃうんで。やっぱり一つの目安はその卵の火の通り具合ですか？そうですね。全体的にね。とあとポイントとしては、粉チーズの量とあとは胡椒の量。胡椒を割としっかりめにしとかないと生地が重なるんで、はい、食べる時って生地の面が
具に対して丸いピッツァよりも多くなるんで、やっぱりしっかり味付けしとかないとっていうのがあるので、粉チーズとかその、ブラックペッパーだったりっていうのはちょっと気持ちしっかりめにと、あとは、イメージするのはこれも中で調理するイメージなんで、オイルも若干多めがいいですね。やっぱオイルの方が温度上がりやすいんで、中に火を通す意味ではカルツォーネに関しては中身のオイルはちょっと多めにした方が美味しいですね。で、上がってきた時もやっぱ中が熱々になるっていう。なるほどなるほど。それもパスタと共通してきますね。そうです。だからね、結局やっぱり料理なんで、だからまあこの形主義だけ覚えたらいいっていうものでもなくて、これ自体が料理なんだよっていうところがね、ちゃんと理解してやれば、あ、じゃあそうやなってなってくるなと思うんですよね。そこを考えずにただこの作業だけを覚えてると、もう試験では多分そこは見抜かれますね。なるほど。形だけ覚えたんだっていう。やっぱり分かるんで、その胡椒の量だったり粉チーズの量だったりかけてるオイルだったりとかで、あ、考えてるなっていうのと、もうただそのね、プラモデルの説明書を見て組み立てたんだなっていうのとではやっぱり全然意味が違ってくるっていう。ちゃんと理由を考えてやっぱり、そうです。やっぱり意味をね知ってほしいなと思いますね。パーラーに乗せてから入れるところまではコツありますか？まあちょっと形も違いますし、ね。そうです。ちょっとバランスがやっぱ難しくなるんで、まあ、慎重にいくことと、これがまあちょっと手前側で焼く感じですね。最初はなるべくこうしっかり置いて、これも中に熱が加わるように。で、若干やっぱ中のオイルも多めにはしてるんで、はい、早く中のオイルの温度を上げたいっていう。なるほど。なんか穴も開けてましたよね。あれ穴開けないと結局中がボーッと膨張してきて、こうぷくーって膨らんじゃうんですよね。はい、なのでまあその蒸気の抜ける穴を作ってるっていう。なんか蒸気が出てきたらいいサインっていうのもちょっとそうですね。聞いたんですけど、やっぱりそこからブーってこう吹いてくるんで、割とそれも一つの目安でもありますね。はい。だからそれが釜からペリって出した時にそこが吹き上がってないっていうことは中の温度が足りてないんだよっていう。なるほど。カルツォーネこそ本当そうなんですよ。外側だけどんだけ焼いても中がもう全然焼けてなかったらすごい生臭いピッツァになっちゃうし。結構それあるミスなんですか？そうですね。やっぱりね、見た目の加減だけでやっちゃうと、多分これも外も見ながら。そうなんですよ。これ多分外見は結構もう色ついてきてるんで、あとは焼きムラを調整してるだけなんですけど、多分今出してみてるのって中にちゃんと火入ってるかな。で、この今ちょっとぷくっと上がったとことか、これちょっともう中が沸騰してきて蒸気上がってきてるなっていうイメージを多分持ってると思う。なるほど。だからそこまで考えて意識してやるっていうのが大事。ただね、外側だけの色が、なんかだんだん焼けてきたなってなっちゃうと結局中まで火が通らないってなるんで。出来上がりましたね。あとはもうカットした時の卵の状態ですね。これがトローンと出てくるかシャパッて出てくるかで違うんですよね。わかりやすいですね。わかりやすいですね。ちょっと今一瞬で閉じちゃいましたけど、あそこパッと切った時に開けた時にとろーっとなるかジャバってそのまま黄身が崩れてるかで中にちゃんと火が通ってるなっていうのと、ね、こうとろんとしてる感じが、はい、上手ですね。はい、全てもう見事な手さばきで一瞬でね終わったんですけど、ちょっと振り返ってみて、それぞれの5種のそのピッツァの違いでこう気をつけるポイントだったりとかっていうところと、あとはその釜の
調整とかっていうところで、準備とかっていうところで、試験に臨む前にやっぱこういうこと知っといた方がいいっていう風なポイントがあれば、ちょっとそれを改めてちょっと最後聞きたいんですけど。まあピッツァに関しては、まず手技をするのが、まあ、結局手技見てたらかっこいいからなんかピッツァかっこいいなと思うんですけど、何のためにそれをやってるのか、その意味を知ることが大事で、やっぱゴールは美味しいピッツァを焼くっていうことで、そのために必要だからやってる主義であって、必要なければ省くべきだし、必要だからやってることであるので、じゃあ生地を引っ張らないで丸くちゃんと抜く。で、最初に粉をつけてからはしっかり払っていく。無駄な粉を足さない。で、空気をしっかり押し込んで抜いていく。で、触る時もコルニチョーネの部分は触らないとか、そういうのって全て焼き上がりのその美味しいピッツァを作るために逆算して、それが必要だからやってることっていうところを理解していくと、主義に対してもただできればいいじゃなくて、これを何のためにしてるのかなっていう。なので、なんで押して伸ばすのと、アレグロでこのパン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 しながら伸ばすのも、じゃあどっちかだけでいいんじゃないってなるけど、実はそうじゃなくて、しっかり最初に押し込みで空気を外に上げたものをパンパンすることによって粉を払いながら生地を均一に伸ばしていくっていうのがあるんで、この2つの手技が必要。なるほど。そこをやっぱり理解して、臨んでほしいなっていうところもありますね。はい。で、焼く時に関しても、しっかりと生地を、炉焼につけておいて焼く。なるべく置いて焼くっていうところですね。それもやっぱ裏をしっかり焼くためと、さっき言ったみたいにピッツァ自体が料理で、もうあれがお鍋のぐらいの気持ちで、その料理の鍋の上で調理してるからこそ、鍋をずっと火にかけたまんまにしておくっていう。で、1分10秒っていうのがあるので、1分10秒の中でいかに必要なその火を入れて、で、水分を必要な分だけちゃんと残したまんま焼き上げるかっていうところまであるんで、だからそこを意識してやっていくと、その一つ一つの主義だったりだとか、やってることの意味が分かってくるかなと思うんですよね。だから1分10秒なので、パーラーがちゃんと使えないと、出してそこでもた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 してたら、だんだん1分10秒釜に入ってない状態になっちゃうんで、だからそのパーラーの扱いもどうやってなんでうまくならなあかんのかなって言ったら、そういうことでやっぱすぐ出してすぐ回してすぐ入れるっていうのがもう自分のこの手のひらでできてるっていうぐらいのイメージまでこのパーラーで持っていかないと、やっぱり無駄な、ロスタイムができたりとか、どんどん生地が硬くなったりとかっていうのがあるので、なんかよく陥りがちなミスというかっていうところで言うと、どういうのがあるんですか？陥りがちなミス初心者というか練習してる人で言うと、ここら辺難しそうにしてるなみたいな。やっぱ挿入は難しそうにしてる人やっぱ多いですね。やっぱり釜に入れる時は丸のまんまストンって落とせなくて、ビヤって伸びちゃったりとかっていう。でそこってやっぱいろいろ原因があって、その前の主義でまず言ったみたいにもたもた時間かけてやってると、だんだんと大理石ピッツァ台のところに生地が張り付いちゃって生地が取れないとかっていうのがあったり、でそれを解消するために、滑りやすくするために打ち粉をたくさん打っちゃうと、それはそれで今度は粉が焼けちゃって食べた時に苦ってなったりとかするんで、だからそれもその意味ですね。その挿入が伸びちゃうとかっていうところもあるんですけど、それが生地がひっついちゃう、だから粉を打ちたくなるけど、もう粉がひっつく前にパッパッパッとトッピングして乗せちゃえば別にひっつかへんし、だから手際よくやらないといけないし、その手際よくするためなのはそういうためでもあるっていうところ、だから一つ一つの動作に全部多分意味があるんで、その意味をちゃんと知るっていうことですかね。なんか結構その初心者からしたら手際よくするっていうところが一番難しいポイントでもあると思うんですけど、一番最初あえて強いて言うならばスピードを意識するのがいいのか、まずは正確にというか、盛り付けであっていいとかをしっかりできるようにするようなことがいいのか、なんかそこで言うとどういうふうに考えながら取り組んでいくのがいいんですかね。ちょっと一般的にどうなのかわかんないですけど、僕はスピードですね。スピードと慣らしていくスピードと量かなと思うんですね。僕
はずっとそうだからいろいろなことやってきててもやっぱり量とスピードをやってないと質なんか分からへんやろうなって思うんで、だからね質をするために丁寧にこれをっていう一個一個はあるんですけど、それをそのスピードでできないと結局思ったものにはならないんで、なので最初は、究極他の手技とかトッピングのソースの伸ばし方だったりだとかこのパンパンが80点でもいいから、50点60点でもいいからまずはこのスピードでやらなあかんねやっていう感覚を身につけた方が、なるほど。でその感覚に慣れてくるとその時間の感じ方が変わってきて、その時間の中で回数をこなしていくことによってやっぱりね手もスムーズに動くようになってくるし手技が速くなってくると、そこに意識が今度意識してやってたことが今度無意識になっていくんで、無意識になればその空いた意識のところにもっとチーズちゃんとこうやってやってみようとか、バジルもうちょっと大きい方がいいなとか、粉チーズもうちょっとかけた方がいいかなとかっていうようなその心の余裕頭の余裕もできてくると思うんで、それを全部それを一個一個やってね、なんか5分かけてトッピングしましたでやったところで多分あんまり繋がらないんじゃないかなっていう、釜に入れるまでがそうですね。だから繋がらないってこと。最初はスピードとなんせ量ですね。で質は後からついてくると思うんで、基本的にはやっぱその店のピッツァイオーロの人に焼き上がった後は全部チェックしてもらうっていうところですね。一応ピッツァ試験パスタ試験もそうなんですけど個人の試験ではないんでチームの試験なんですよね。なるほど。なので、ピッツァ試験もパスタ試験も店のメンバーみんなでその試験受ける人を合格させるために自分たちがしっかりついて指導してあげたりだとか、あとはみんなで恒例なんですけど試験前にはお店をきれいにしようって掃除してできれいな制服を着て挑むっていう、そうやってその子だけがね受験者だけが試験を受けるんじゃなくてそのチーム自体が試験を受けるっていうことになるんで、なのでその試験受験して受けて落ちた子でもその子の実力のせいだけじゃなくて、じゃあそこを伝えれてない先輩がまた足りてないよねっていうところで、なので教える側教わる側どちらもその成長のための、チーム全体を成長させるための試験っていうところにやっぱ大切にしてるんで、だからそういう意味では練習する時には誰かがそのできる人がついてあげたりだとか、あとはそのね焼き上がってそれを誰も食べないのにいくらでも焼いてもったいないっていうのもあるんで、そういうのはまかないの時とかにみんなに食べてもらったりとかで、そういう食材を無駄にしないっていうところもそうだし、その時にねあまりピッツァに慣れてないスタッフとかにも食べてもらって、じゃあ普段のピッツァヨロが焼いてるピッツァとどういう違いがあったとかっていう率直な感想を聞いたりだとか、そういうところも含めて、みんなで挑むでみんなの意見を入れながらそれ受験生が一番そこに対してこういろいろ考えてやるべきではあるとは思うんですけど、そういう試験なので一人ぼっちでやるんじゃなくてみんなで頑張ってやってほしいなと思いますね。逆に先輩の方を背中をこう見ながらそうですね、力を借りながらということですね。釜の方でいうと、先ほどもちょっとお話はあったんですけど、準備とかっていう風なところとか日頃の営業で釜に関してなんかこういうところをしっかりこう見ておくべきだよとか、そういうのっていうとありますか？そうですね、あんまやっぱ急激な温度上昇とかっていうのはあんまりやっぱ釜に対しても良くないんで、だからできれば営業前、ピッツァヨーロはちょっと早い時間とかに来て、生地回したり生地練ったりもあるんで、来たらまず釜に火を入れるっていうところで、最初からもうガンガンじゃなくてやっぱり最初はちょっとずつ火を上げながら、だんだんとその目安としては上の黒いすすが真っ白になるっていうところなので、その営業時間までの間の時間でどういう風な過程をたどればそういう状態になるかっていうところもうそこから多分ねピッツァヨーロとしての仕事は始まってると思うんで、焼いてる時試験で焼いてる時に例えば温度が変わったっていう時っていうのはどういう風な対処が求められたりとか、ここで焦ったら良くないとか、そういうポイントっていうそうです。薪も、さっき言ったみたいにブリケットっ
っていうのがあったりだとか、で、薪にしても、太い薪があったり、細い薪があったり、あとはもう、木くずみたいになってるやつがあったりするんですけど、それのやっぱ使い分けですかね。で、なるべく、いい状態になった窯の温度をキープし続けるっていうところですね。なので、上火、ね、上からのその火が欲しい時には、ちょっと細めのやつを入れとけば、早く着火して、その代わり燃え尽きるのが早いっていうのがあったりするんで、で、まだ温度が足りひんなって、もうちょっとこう何分か後かに温度がいい状態になるように持っていきたいなと思ったら、多分そうなるだろうなって思うぐらいのサイズをつけて、最初はちょっと燃え上がりはパッとはつかないですけど、だんだんそれが燃え上がってきて、その間にトッピングして自分が窯入れる頃にはおそらくいい状態になっているだろうっていう。で、それをもう常に意識して、自分の思ってることと結果とっていうのを毎回答え合わせしていくと、だんだん自分の感覚とそれが一致してくるんで。なるほどね。じゃあその日頃の営業の時にも、じゃあ入れてこれぐらいの時にこうやって入れたらこうなったっていうのをちゃんと見ておく必要がある。だからそういう時に、例えばまあ自分がね、まだピッツァ入らなくても、先輩がやってるのを、今窯の火の状態どうなってんのかなとか、ピーク中ってどんなぐらいの火加減でやってんのかなとか、どこに薪を置いてんのかな、薪を寝かせてんのかな、薪を立ててんのかなとか、何本薪入ってんのかなとか、なんかそういうところも見てると参考になるんじゃないかなとは思いますね。パスタ試験の方で玉谷さんが、はい、ボイラーの塩加減っていうのはすごく重要で、そうですね、はい、それすごい左右するっていうような話を言われてたんですけど、なんかそれとピッツァの窯に対するその関係っていうのもすごいなんか似てるなと思って。そうですね、温度は大切ですし、そのね、ボイラーとかだったらね、水が減ってきたりとかするとこう塩が詰まってきて辛なったりとか、逆に足しすぎると薄くなったりとかで、一番ね、窯もそうで、火の入れ加減ですごいブレやすくなるんで、あとはもうね、温度差でいうとその生地の状態もそうなんですよね。冷蔵庫から出したての冷たい生地とかになると、やっぱり窯に入れちゃうと温度差で、もう表面は真っ黒に焦げやすい。でも、生地自体が冷たいから中に火が通ってないっていう、結構最悪なピッツァになったりもするんで、なので、生地もできれば、その季節によるんですけど、もう冬とかやったら、来たらまず生地出すとかぐらいの。で、今の夏場やったら、結構温度上がりすぎたりとかする時もあるんで、その時はそこを狙って、大体ね、25度ぐらい、常温って言われてる温度帯ぐらいで生地を使える方が一番いいんで。じゃあ、結構意識するところは多いですね、普段から。そうですね。だからね、試験に関して言うと、その辺のところは先輩がしっかりアドバイス、経験者がアドバイスしてあげて、で、ね、試験受ける方はその主義だったりだとか、その手際良さだったりだとか、で、ちゃんと美味しいピッツァ焼くのに何が必要かっていうところをちゃんと理解してやってるかなっていう。だから出来上がってきたものがね、結果ではあるんですけど、はい、そこだけ見てるわけではないんで、やっぱりそのね、一つ一つの所作に、ちゃんと考えてるなとか、なんかトラブルが起きた時でも、ね、それに、意味ある対処してるななのか、もう本当にプラモデルをただ説明書通り組み立ててるだけだなっていうのを本当に見たらわかるんで、そういうところのポイントなので、一番大事な意味を知るっていうところですかね。ありがとうございます。はい、あと言い残したことはないですか？大丈夫です。はい。ありがとうございます。じゃあどうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。